ボンジュール。今日はブルゴーニュ地方はディジョンに新しくできたシテ・ドゥ・ラ・ガストロノミー・エ・デュ・ヴァンという場所にご一緒いたしましょう。美味しいものがたくさんあるはずです。パリのギャードリヨン、リヨン駅で TGV に乗ります。あら、ワンちゃんも一緒ですね。4月の上旬、もう菜の花が咲く季節になったんですね。車窓には広大な農地が広がっていて、つくづくフランスは農業国だなと思います。この街並みに春が兆していますね。モザイク模様の屋根瓦が見えると、もうディジョンが近いと感じます。こちらがディジョン駅です。こちら側が正面なんですけれども、私はこの出口ではなくって裏側の出口を目指します。何でもそこが近道だというので、雨宿りをした後、公園を突っ切ってシテ・ドゥ・ラ・ガストロノミーに向かいたいと思います。歩いて10分と書いてありますね。このスロープからも行けるようですし、階段もあります。あんなところに満開の木があります。駅がこんな風に見えていて、ホームのホイッスルの音も聞こえてきました。満開の木は近づいてみると木蓮でした。駅のすぐ裏にこんなよく手入れされた公園があるってちょっと不思議な感じですけど、一旦公園を出るとこのような街並みがあって、さらに歩いて2分という案内板がありました。パテというのは映画館。施設の中には映画館があると聞いていたので、もうここのエリアに入ってきたということかな。はい、正面に来ました。立派な建物ですね。そう、こちらのゾーンには料理学校もあると聞きました。この施設は2022年5月にオープンしたというとても新しいものなんですが、私は初めて来ました。一旦建物の中に入って、もう一度外に出ると、なるほど、専門店が軒を連ねています。たくさんあるので早回していきます。平日の午前中ということもあって、あんまり人はいませんね。早速お昼にしたいと思います。いろいろ選択肢はあるようなんですが、私はこの最初に見えていた建物の下にあるところでと覗いてみたら、これはテイクアウトもできるようなんですが、美味しそうなものがありますね。このパンはおそらくグジェールという独特のもの。そしてこれはなんとエスカルゴの入ったフユタージュですって。ホットドッグをオーダーした学生さんがいたので、ちょっと写真を撮らせてもらいました。ここでもグジェール、パンの代わりにチーズを練り込んだ生地のグジェールが使われているあたり、いかにもディジョンです。中はこんな風にオープンキッチンになっています。
カウンター席に座るとシェフたちの手元が見えます。美味しそうなものがどんどん運ばれて行きます。私はというと、まずはこれ、ウフパフェ。いわゆる温泉卵ですね。上には薄くコンテチーズの膜が張っていて、周りのソースはシャンピニオンとオゼイユ。片手だけで食べようとしているのでちょっと難航しております。ごめんなさい。このソースと一緒に卵をいただこうと思っております。はい、できました。生ハムをサンドしてあるトーストにソースをかけていただきます。私はこの日、前菜を2つお願いしました。これはムエットソースというのに惹かれました。ムエットソースというのはやはりブルゴーニュの名物で、赤ワインを使ったソース。そしてエスカルゴとほうれん草のフリッカッセと一緒にいただくというものなんですが、エスカルゴ、この塊ですね、きっとね。モダンな感覚でアレンジしていますけれども、やはり正統派のソースの美味しいお料理でした。再び先ほどのビラージュというエリアに行ってみますと、ちょっと様子が変わっていました。鉄板焼きのとってもいい匂いがしています。こんな風にそれぞれの専門店の食材をその場で焼いていただいたりすることができるんですね。こちらはお魚屋さんの前だったんですけれども、デギュスタションプレート、魚介とお野菜の盛り合わせなんですって。これが店内。綺麗にお魚が並んでいますね。そしてこの奥で先ほどのプレートがいただけるということだったんですね。お向かいにはお肉屋さんもありました。きっとここのお肉も注文して外で焼いていただいたりできるんだと思います。そしてもちろんフランスの食事に欠かせないものがチーズですよね。ここも品揃えの素晴らしいこと。この辺りはエポワス、ブルゴーニュの名産が並んでいます。この試食用はコンテチーズかな。フランス各地のいろんなチーズが勢ぞろいしています。お店の中に熟成庫がありました。こうして見えるようになっていますね。チーズはもちろん材料とか作り方も大事なんですけど、どのタイミングで食べるかっていうのがとっても重要らしいですね。熟成師という専門家がいるくらいですものね。お菓子屋さんの前ではこうしてクレープを焼いていました。とてもクリーンな施設ですけど、なんだか21世紀の屋台村っていうような雰囲気がありませんか？このクレープの焼き上がりを待っていた常連のムッシュは、ここには日本人シェフもいるんだよと教えてくれました。私は残念ながら今回お目にかからなかったんですが、ここでも日本人シェフ大活躍の様子です。こちらはパン屋さん。ここは駅からも近いのでツーリストにとっても便利ですが、おそらく地元の方もこうやって日常的に食材を調達するのに便利なところなんじゃないかなと思います。パン屋さんのケーキってなんとなく素朴でいいですよね。
そしてもちろんここにもグジェールがありました。そしてこの施設の目玉と言えるのがここラ・キャーブ・ド・ラ・シーテ。ブルゴーニュといえば世界中の人々が憧れるブルゴーニュワインの産地。地元のワインもですけれども、フランス各地、それから世界のワインをこんなにずらりと取り揃えている場所なんです。ここのワインはもちろん買うことができますし、先ほどのヴィラージュのテラスで楽しむこともできます。そして面白いのはテイスティングのシステム。この日はだいたい120種類のボトルがこの装置の中にスタンバイしていましたが、きちんと温度管理された最高の状態のワインを少量からテイスティングをすることができます。プリペイドカードを差し込んで自分の好きなワインを選んでサイズを押す。するとこうしてグラスにワインが注がれます。3センチリットルというと30ミリリットルということでしょうか。それが一番小さい単位で、その次が6、そして12とあります。最初にいただいたベズレーの白ワインは3センチリットルで2ユーロというお値段でした。地下にはプルミエクル、グランクルのブルゴーニュワインが控えています。この辺りになると1本が数百ユーロというところでしょうか。なかなかお味見することないですけど、ここなら可能ということですね。例えばシャサーニュのプルミエクル、2020年で 10.50 ユーロから、シュバリエ・モンラシェで 38.50 ですって。そう、ここではこういったチーズプレートとかと一緒に楽しむことができるようですよ。この総合施設では食べるだけでは終わらなくってエクスポジションも複数開かれています。ここはお菓子をテーマにしたエクスポジションでした。見せ方がとっても可愛くて、世界各地のお菓子をこうやって紙の細工で作っているんですね。最初がオーストリアだったんですが、ここは日本の和菓子。ロールケーキももちろん日本のお菓子として紹介されています。こちらはそうアメリカのお菓子。アップルパイかな。お隣は中東のお菓子。あれ、本家本元がないじゃないか。いえいえ、ありますよ。別のコーナーにちゃんとあります。古き良き時代のお菓子から、そうモダンな時代に変わったってことがビジュアルでわかるようになっています。それぞれのサロンドテに並んでいるお菓子がまるで本物みたいに再現されています。350ユーロって何のことかと思ったら、フランスの家庭が1年間にお菓子に使う金額なんですって。この辺りは子どもたちが喜びそうな巨大なお菓子の模型コーナー。
見ているだけでなんかこう楽しくなってきますよね。これはお菓子の歴史がわかる動画のようなんですが、すごくシンプルにでもとっても魅力的に作られていて、これは大人でも楽しめるセンスのいい動画ですよね。いつの時代も王様やお姫様たち、お菓子に目がなかったってことがこれでわかりますね。そのためにフランスの名物菓子が生まれたっていうことでしょうか。こんな風に自分たちも参加して遊べるようなシステムもあります。これはそれぞれのレシピにどの道具が必要かってことなんですけど、私かなり間違えましたね。ここは歴代のお料理の歴史がわかるコーナーなんですが、エリゼ宮で繰り広げられた晩餐会などのメニューが展示してあります。お料理の美味しさだけでなく、サービスもやはり大事な文化。フランスのお作法だとお魚はこんな風にさばかれるんですね。こちらはお肉。ナイフの使い方が美しいではありませんか。とにかく広大な施設でディジョンが一大プロジェクトとして開発したんだなと感じます。ではそもそもここは何だったかというと、1204年からの歴史がある教会とそれに付随する医療の施設だったのだそうです。実際2015年まで市民病院がここに置かれていました。それが21世紀になってユネスコの世界遺産にも登録されたフランスの食にまつわる施設として生まれ変わったと言えると思います。先ほどのワインセラーの奥にその歴史的な建物が大事に守られていました。とにかくご紹介しきれないほどの展示施設やおいしいものがたくさんある場所。それらを訪ねた後でここに身を置くとタイムスリップしたような気分になります。数百年の時を経たこの場所の佇まいは心の栄養、体の奥底を豊かに満たしてくれるようでした。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。